はいどうも、岸田模型です。今回はエアブラシのフリーハンドで迷彩を塗装する時のコツについてお話しします。今回はこのタミヤ48分の1の3号戦車 L 型ですね、これの砲塔を使って、フリーハンドで細かい迷彩を入れていこうと思います。でこんな感じの迷彩なんですが、これを今回はフリーハンドでエアブラシで入れていきます。この緑の部分ですね、ダークイエローと緑の2色の迷彩です。で細かい線を描くので、こちらのこれはクレオスのハンドピースですけども、ノズルの径がコンマ 2mm のものを使います。でダークイエローにはもうすでにこれ塗装済みなので、緑を入れていくわけですが、今回はこれを使います。302番のグリーンですね。これはチャコールディザード迷彩用の明るい緑です。本当はダークグリーンなんですけど、これは個人的な好みでこちらを使います。で今回このコンマ 2mm のエアブラシを使うので、通常よりも塗料の希釈はかなり薄めとなります。薄めにしないと、ノズルの径が小さくなった部分、うまく塗料が出てこないので、普段使うよりはだいぶ薄めに希釈します。まずはちょっと塗料を希釈します。塗料の量自体はそんなに使わないので、こんなもんでしょうかね。はい。このくらいですかね。そうですね、だいたい塗料1に対して4くらいですかね。そんな程度。こんな感じです。かなりシャバシャバになっているのがわかると思います。でエアーツはコンマ2くらいですかねでやってます。これだともうちょっと希釈した方が良さそうですね。もうちょっと薄め液足します。ちょっと薄め液足してみました。大体いい感じですかね。さっき一発目でやった方はすぐ色つきましたが、ちょっと境目が粒が目立つ感じがしますよね。これだと薄め足りないということです。で説明書の塗装図にこういった、明細書かれてますが、ちょっと参考程度に、この通りにはなかなかできませんのでじゃあやっていきますね。実際にちょっと明細入れていきます。で細かく拭くときは精密な作業をするときと同じく、今ちょっと画面では見えてませんが、肘を机の上について固定させてます。はい、でなるべく手がぶれないようにこっちは固定する感じですね。でだいぶ薄めてあるんで、なかなか色がつきにくいかなと思うんですが、これは何周かしてつけるような感じになります。一発でなるべくですねつけれたらそれはそれでいいんですけど、どうしても
希釈が足らないと、さっき一発目みたいにですね、周辺が塗料の粒子が大きくなってこうガビガビになるんで、それはなるべく避けた方がいいかなと思います。その方が仕上がりが自然かなと思います。これやってるうちにですね、だんだん塗料がノズルの先がの塗料がちょっと固まって出にくくなってくるんで、もし出にくくなった場合は一回こんな感じで一回塗料多めに拭いてあげてからまた細拭きに戻すという感じですね。いいですね。はい。じゃあもう大体塗り上がったんですが、あとは方針のところとかを塗って終わりです。こんなもんでしょうかね。はい。これで明細終了でございます。はい、じゃあこんな感じで明細が上がりました。はい。物が小さいんで、これ自体は所要時間大体20分くらいかなで塗り上がってます。こういうですね、エアブラシでフリーハンドでこういう細かい明細を拭く場合の、コツとしてはですね、拭くときは、エア圧低めですね。エア圧低めで近くで拭くっていうこと。あとなるべく手がぶれないように、エアブラシ持つ方、ハンドピースを持つ方の手はなるべく固定した状態でやります。で、一番の肝となる部分なんですが、これはこのビデオの冒頭でも話しましたが、塗料の希釈ですね。塗料の希釈がうまく決まってないと、どうしても仕上がりが汚くなってしまうんで、塗料の希釈には十分気をつける必要があると思います。ビデオの中でもやってましたが、こんな感じで何度も試し拭きしてうまい具合にですね、この希釈が決まるまで調整するということが一番肝心かなと思います。はい。これは細拭きに限ったことではないんですけど、こういうプラ板とか、厚紙とかでもいいですし、こういうので試し拭きを必ずしてからこう拭いた方がいいと思います。はい。それでは以上ですね、フリーハンドの明細についてでございました。はい。参考の一つになれば幸いでございます。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。